日本の人気アニメが集結。ネットフリックスアニメ作品超かぐや姫を紹介。ということで今回取り上げるのはアニメ作品超かぐや姫です。2026年1月22日からネットフリックスで配信が始まった長編アニメ超かぐや姫は日本最古の物語竹取物語をベースにしながら仮想空間やライブ配信など今の現実世界に近いものを加えた近未来の物語で、西暦で表すと800年代後半から900年代前半の物語をベースにした2030年のお話という異色の作品になっています。ただ今の説明を聞いただけであるアニメ作品を思い出した人もいると思いますが、この超かぐや姫はジャンルを超えて日本のいろんな人気アニメを合わせたような作品になっていて、日本アニメの素晴らしさや凄さを改めて感じることができる作品でもあります。なので今回は日本の人気アニメとのつながりという視点から超かぐや姫という作品を見ていきたいと思います。長編アニメ超かぐや姫は2026年1月22日からネットフリックスで配信が始まった作品で、山下真吾監督の初の長編アニメーション作品になります。その山下監督は長編アニメーションの監督をするにあたってアクションと人間ドラマを合わせたような作品を作りたいと考えていました。山下監督の頭の中には人気アニメ「鬼滅の刃」のような作品が思い浮かんでいましたが、一本のアニメ作品の中でアクションと人間ドラマの両方を描くのは難しいかもしれないというのも感じていました。実際「鬼滅の刃」はテレビアニメもシリーズ化、さらには劇場作品も作られている超大作となっているので、山下監督が目指している作品は一本の長編アニメとしての題材には向いていませんでした。そこで監督やスタッフはいろいろと考えた結果、作品の舞台を仮想空間やライブ配信という設定にすることを思いつきます。それが超かぐや姫の始まりでもありました。超かぐや姫の中で描かれている仮想空間つくよみではいろんなことができて、その一つがゲーム配信になるんですが、仮想空間プラスゲームというと細田守監督の2009年の作品サマーウォーズを思い出す人もいると思います。サマーウォーズが公開されたその当時は舞台設定について作品の中で説明する必要がありましたが、今ではそのサマーウォーズの成功などもあって作品の舞台設定、仮想空間のゲームというのを作品の中で説明する必要がありません。それが山下監督が仮想空間という設定に目をつけた理由の一つでもあって、その仮想空間の中のゲーム、合戦を通して山下監督は自分が得意とするアクションを思う存分描いています。さらにアニメ作品で舞台が仮想空間というと、同じく細田守監督の竜とそばかすの姫も思い出します。しかも竜とそばかすの姫は仮想空間プラス美女と野獣だったのに対して、超かぐや姫は仮想空間プラス竹取物語になっているので、インターネットの世界に現代でも愛され続けている童話やおとぎ話を合わせるというその形式にもつながりを感じますし、仮想空間で歌われている歌というのも2つの作品の共通点でもあります。当然山下監督はこの仮想空間を描くにあたってインスピレーションを受けた作品としてサマーウォーズや竜とそばかすの姫を挙げているんですが、それ以外でも劇中で細田監督の作品とのつながりを感じることができます。細田監督の作品といえば夏の物語が多く、夏を通して主人公が成長していく姿を描いているんですが、超かぐや姫も夏休みを通して17歳の女子高生が成長していく物語になっています。また細田監督の作品には
夏の象徴でもある入道雲が描かれていることが多いんですが、超かぐや姫の中でも夏を感じる雲を見ることができました。その他、山下監督は仮想空間にインスピレーションを与えた作品として、押井守監督の1995年の作品ゴースト・イン・ザ・シェル広角機動隊の名前も挙げていましたが、これは超かぐや姫のラスト30分で描かれているネタバラシの物語とつながっているのかなと感じました。ネタバレになるので詳しくは触れませんが、八千代の正体、さらには10年後の世界でイロハがやっていることが広角機動隊で描かれている世界観との共通点のように感じます。さらに個人的にはこのラスト30分で描かれている物語の内容、八千代が隠したものを海牛がイロハに見せる描写の物語は、アニメ魔法少女まどかマギカの最終回でまどかがいろんな時代の魔法少女たちを救う絵と似ているなと感じて、全く違う作品なんですが、そのシーンでは魔法少女まどかマギカを思い出しました。で、この超かぐや姫はそのタイトル通り、日本最古の物語、竹取物語が下敷きになっていて、月からやってきたかぐや姫がやがて月に帰っていくという物語がベースです。その竹取物語のお話を2030年の世界で描いているのが超かぐや姫なんですが、月からやってきて月に帰るというお話だけではなく、狭いアパートから豪華なマンションに引っ越す描写や、かぐやがみんなから結婚してと言われる描写、さらに帝からも求婚されるというのは竹取物語と同じ設定になっています。山下監督がこの竹取物語をベースにしたのは、仮想空間と同じようにみんなが知っているというのが大きかったようで、竹取物語をベースにしたアニメ作品といえば2013年の高畑勲監督の作品かぐや姫の物語が有名ですが、説明がいらない物語ということで選ばれたのが竹取物語でもありました。またジブリ作品とのつながりで言うと、映画のラストの方でイロハが海牛と一緒に電車に乗っているシーンがあるんですが、このシーンの一人の無表情の女の子とその横にいる謎の生物が正面を向いて座っているという絵は、思わず宮崎駿監督の2001年の作品千と千尋の神隠しで千尋と顔なしが電車に乗っているシーンを思い出しました。で、この超かぐや姫は竹取物語プラス仮想空間プラス歌と言いましたが、劇中で歌が重要になってくるのは竜とそばかすの姫の影響だけではなく、超かぐや姫の制作中の2022年に公開されたワンピースフィルムレッドが大ヒットしたことも影響しています。山下監督はこのワンピースフィルムレッドを見て、超かぐや姫でもいろんなアーティストを呼べたらいいなと思ったそうです。ちなみに超かぐや姫の仮想空間つくよみで歌を歌っている八千代のモデルは初音ミクで、髪型など類似点がたくさんあります。さらにその初音ミクがコラボしたバンプオブチキンの曲レイが超かぐや姫のエンディングテーマにもなっていて、超かぐや姫バージョンとしてかぐやと八千代が歌うレイを映画の最後で聴くことができるようにもなっていました。ということで今回は長編アニメ超かぐや姫を取り上げましたが、物語の内容は竹取物語をベースにした日本らしい作品なんですが、超かぐや姫に影響を与えた日本の人気アニメは日本だけではなく世界中で人気となっている作品ばかりで、Netflix で全世界配信されていることを考えると、超かぐや姫も世界へ向けた日本のアニメ作品になっています。同時に超かぐや姫という作品は日本アニメの凄さを改めて感じることができるようにもなっているので、ぜひ劇中の要所要所で感じることができる日本アニメの歴史に触れながら、現代によみがえった日本最古の物語超かぐや姫の世界を味わってみてください。ということで今回はNetflixアニメ作品超かぐや姫についてのお話でした。